業界初6色ある表ソフトスピンファイヤーやっすんも使っているラバーです。ああ、終われ。でこういう食らう結構、おお、いやすっげえ回転かかる、絶対ほら、おお、すごい。皆さんこんにちは。じゃあワールドラバーマーケットのやっすんです。レッチーです。私たちは動画を30言語に翻訳し、卓球で世界をつなぐ活動をしています。卓球技術、卓球用具に興味のある方はチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。動画のリクエストがある方はコメント欄にお書きください。皆さんのアクションが私たちの動画を作る力になります。はい、それでは今回なんですけれども、スピンファイヤーの動画でございます。今回やっていくのは私が本職採用をしているスピンファイヤー、こちらとですねスピンファイヤーエクストリーム、こちらですね厚さ 2.0 ミリをご用意しております。はい、2.4 ミリだと差がありすぎるのですが、私が本職で使用できるのか、また性能差はどうなのかっていうところをより分かりやすくするためにあえて一つ薄い 2.0 ミリをご用意しました。はい、でスピンファイヤーなんですけれども、私も今ちょうどテスト的に 1.8 ミリを使用していますので、スピンファイヤーの 1.8 ミリと 2.0 ミリ、これをそれぞれですね打ってみてどのような違いがあるのか皆さんにお伝えできればなと思っております。はい、今回使用するラケットなんですけれども、私の本職ラケット、普段メインで使っているラケットですね、こちらの方にこのスピンファイヤーエクストリームも、貼っていきますのでですね、よりリアルな、レビューが伝わるのではないかと思います。それではよろしくお願いします。グッチーさん取り慣れてるとは思うんですけれども、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。そうですね、確かに普通に表だけど綺麗なボールは来てますね。はい、なんですけれども結構やっぱスポンジは結構硬いラバーなので、例えばナックルとか変化もつけれるっていうところが、私は気に入って現在これを本職使用しているというところですね。こういう球、ああ、終われ。これ硬いがゆえのナックルっていう感じなんですよね。はい、で結構スピードが出るんですよね。こうラバー自体めちゃくちゃ飛ぶわけじゃないんですけど、強いインパクトをした時にちゃんとこう反応してくれる、っていうような。これブロックも綺麗じゃないですか。確かに嫌なさはないですね。ちょっと少ないですよね。打ちやすいですね。なんですが、うちは伸ばされた。そう、これ当てるだけだとめっちゃ素直なんですけれども、いろいろ出せるんですよ。ブロックで変化をつけれる、すごいマニュアル性が高いところが気に入ってます。そう、これ切れるんですよね。裏やばい。めっちゃ切れてないですか。これ多分裏と遜色ないぐらいの回転量なんですけど、表なんでみんな落としてくれるんですよね。で硬いのでこう止める技術もピッと止まってくれる、ボヨンっていうよりはこうちょんちょんっていってくれる。こういう、そうか、とにかくあれですよ、オートマじゃなくてマニュアルで自在性が高くて本格派、
でもテンションほどは勝手に飛ばない、高弾性よりはちょっと飛ぶみたいな、そうこれでもやっぱ簡単に引っ掛けれる、持ち上げれる、でまあまあ回転もかかる。そうですね。でこういうミートも非常にやりやすいと。おお早いね。おおえぐい。おーいい球。えぐい。はい、はい、じゃあ次はエクストリームを張っていきますので、今のプレーをしっかりと覚えておいてもらえたらなと思います。はい、じゃあスピンファイアエクストリームちょっと柔らかいですね、スピンファイヤーよりは。はい、明らかに飛んでるんだけど早い。お、さっきの方が威力あった？なんか取りやすいね。柔らかいから。柔らかいからちょっと救出変えるね。救出変わりましたね。変なんかわって取りやすくなった。ちょっとなんか掴んで飛ばすみたいな感じに変化しましたね。ちょっと。はい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 。なこう。あよいしょ。なこあ。おお落ちる。う。でもちょっとナックルもマイルドになったっすね。ちょっとね、うん。軌道の厳しさが減ったのかな。そうですね。ブロックやってみていいですか。ブロックいろいろ。あ、これはやばいわ。多分一生止まるこれ。これはね、いいよ。いいっすよ、全然勝ち込んでもらって。はい。吸収する感じになってる。で、球を掴んでから出すので、こう変に暴れない感じはありますね。安定感すごくそう、感じますね。すっごい安定するブロック。特にブロック。ブロックがめっちゃ安定する。よしよし。ああ、でも激ナックルじゃないですね。やさナックルになっちゃった。今落ちた。今落ちたけど。ちょっとね、急速落ちてる気がする。落ちてる落ちてる。だから一瞬掴んでから出てる。こうナックルとかにしてもタターンっていくこう鋭いナックルじゃなくて一瞬掴むからちょっと柔らかい弾道になって飛んでいってるなって感じです。じゃあ続き下回転いってみましょう。お笹遅い。またおやばいね。おやばい。ああ、なるほどね。スピンファイヤーより多分おやばい。今のやばい。回転量はもっとある。スピンファイヤーよりもっとある。代わりにそのなんだろう、ちょっとね山が出るというか、突き刺さるような弾道ではなくなったなっていう印象ですね。ちょっとレシーブでやってみます。まあまあまあしっかり止まってくれるなっていう、思ったよりポヨーンと掴んでいく感じではないので、ああ、なるほどね。はい、柔らかいのに。はい。まあすっごい柔らかいわけではないので、ちょっと柔らかくはなりましたけど、ぐにゃぐにゃではないので、まあこの辺は表らしさはしっかり出るのかな。やばい。食らう結構。いやすっげえ回転かかる。絶対ほら、おおすごい。かぶせてやっても落ちないんですよ。引っかかり強いから。おおやばい。あやばい。おーい。いやらしいチップドライブ。表の。
やりやすい、うんミートとかもこう一瞬ね、そのいつもよりも一瞬上から出てくれるので、ネットを越えるなっていう安心感はものすごいですね。はい。はい、シダが終了しました。ざっくりとほとんど同じ技術をやってみたので、大体どんな性能なのかなっていうことは分かっていただけたと思います。はい、でスポンジ圧も 2.0 ミリなので、非常に近いところになっている。そして私自身 2.0 ミリで攻撃のプレーを取るのは初めてだったんですけど、2.4 ミリよりも相当マイルドになっている、コートに収めやすい、そういうような感覚はありました。はい、でこの2枚を比較した時なんですけれども、スピンファイヤーの方が硬いというのが最も特徴が濃く出ているような気がします。強く弾いた時やつつきの時、ナックルのボールとかもそうですね、突き刺さるような鋭い弾道になっていた。そしてスピンファイヤーエクストリームでやった時は少しね、勝手に球を持つのでちょっと山があるんですよね。ミートをパーンとやった時とか、ナックルでこういった時とかもちょっとふわっとナックルが入っていく。なのでネットミスをすることがないっていう安心感、それはすごかった。その代わりにその鋭さっていうのも球持ちと回転性能がアップして、そしてスポンジも少し柔らかいというところでですね、なんていうんですかね、違いはあったかなと。どちらも回転が強いラバーで安定タイプなんですけれども、スピンファイアエクストリームの方が、明らかに触った時のですね、シートの引っかかりが強く、スポンジの柔らかさで球持ちもアップしているというところなので、ぶっちゃけここは好みでいいんじゃないかなっていうふうには思います。自分は結構速い打点でカン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 っていかに詰めるかみたいなことを考えながらプレーをもともと組み立てていたので、スピンファイヤーを選んでいたんですが、一度ですね、またスピンファイヤーエクストリームもですね、本職採用できるかどうか、いろんな人と打ったり試合に出たりして考えていこうかなとは思います。はい、はい、というわけで、こちらの2枚のラバーの比較ですね、正直気になっている方も多かったんじゃないかと思います。どう違うのというところで、今回はスポンジ圧が近いような形でシダをしてみました。参考になれば嬉しいです。ありがとうございました。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。